皆さんおはようございます。さちねです。今日はですね、大分の方にね今から行きますけれども、空き家バンクのね内見にこれから行きたいと思います。大分県南部の方なんですけれども、海に近いところなんですが、結構ね広いところで鉄筋でできていて良さげだったので、今日はねすごい晴天でいい天気なんですけれども、3時間弱ぐらいかな。役所の方とは道の駅で待ち合わせをしていて、まだ十分余裕があるんですけど、ちょっと道の駅で買い物とかしながら待ちたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。今どここれ、今川パーキングに来てるんですけれど、案の定また私にトラブルが降りかかります。中津から宇佐一つだけなんですけど、インターチェンジなんか火災で通行止めになってる。やばい。東九州道ね通行止めになってて、一旦下道降りて8分のところを20分ぐらいで行くみたいなので、余裕を持ってきたので、問題ないんですけど、高速代ってどうなるんだろう。高くなるだろうね、きっとね、途中から出ちゃうから。まあいいや。今高速でセルフで入れてきたんだけど、めっちゃ高い。セルフで197円ってどういうこと。もうしょうがない。はい、じゃあ出発します。ETC カードが挿入されています。カード有効期限は2027年8月です。さあ、行きます。一車線だけだから結構厳しいよね。暑い、今日も暑い。はい、今ね初めて別府湾サービスエリアに来てるんですけども、昔来たことあるかなと思ったらなんか全然初めて見る景色だったので、はい、湯布院と間違ってました。はい、でもすごい景色がね、やっぱり観光地だけあって景色いいですね。本当にもうね、動画にできなかったんだけど、すっごい今日天気もいいしすごい綺麗でちょっと感激しました大分いいよね。なんか隣の県だし、熊本もそうなんだけど、隣の県だからまあいつも行けるやっていう感じであんまり見てなかったんだけど、やっぱり有名な観光地だけあっていいですねはい、じゃあぐずぐずしてられないのでちょっと急ぎたいと思います。はい、はい、ということで役所の方とですね、道の駅蒲江というところでね待ち合わせをしました。で時間がもう少しね待ち合わせの時間からあったので、少しね道の駅の中をね見てみました。なんかいい感じ、すごい海が近いっていう雰囲気。何も買うつもりはなかったんですけど、まだまだねお土産をたくさん買ってしまいました。やっぱり海が近いということで海産物がねたくさん並んでおりました。魚とかで、こんな感じでたくさんねお魚が並んでまして、何かねお魚を買って帰りたかったんですけど、クーラーボックスとかがねなかったのでお魚は買わなかったんですけれども、ついついねお土産を買いすぎてしまって、道の駅とかねサービスエリアは本当に私にとっては危険エリアですはい、は
はい、ということで今回初めて空き家物件のね内覧に行ってまいりました。まず最初がこちらがですね RC の150万の物件なんですけれども、まだ購入してないんでね内部はお見せできないので外観のみになってしまうんですけれども、この物件はねシステムキッチンもリフォームされててかなり広いバルコニーが素敵な物件だったんですけども、この物件を目当てに来たんですけど、他の方がねもうすでに契約をしたらしくてですね、希望者が多い場合は買い付け証明書っていうのを不動産屋さんに一番に提出した人が、その空き家をゲットできるらしくて、リフォーム代と物件代合わせて100万まで市からね補助金が出るということで、かなりいいシステムだと思います。ここも景色がすごい。すごいな、なんか貫禄がある物件ですねこれこれはこれで渋くていいなすごいなんか琉球の館みたいですね。津波、高さ5メートルぐらいしかないらしいですね。はい、フレッシュショップ浜野、レトロですね。海がね、なんか面白い物件が多いですね。これなんか面白そう。これもう RC ですか？これも RC になります。中見たいです。ベランダもあるじゃないですか。そうですね、奥にもこれなんかちょっと期待持てそうな感じです。入りましょう。ここもそうなんですか？そこも繋がってないけど。倉庫っていう形で。こっちが倉庫？こっちが居住用の。わあ、面白いですね。はい、今ね3軒ね見せていただいて、もう熱い汗だくだくでもすごいいい不動産屋さんで、最後にね3番目に見たところが畑付きで、ちょっとね駐車場がなかったので継ぎ決めの駐車場になると思うんですけども、そこら辺の場所からはですね歩きになっちゃうんで、そこがちょっと難点かなと。あとお風呂がねかなり汚くてリフォームが絶対必要な感じだなって思ったんですね。だから少しは補助が出るの、100万ぐらい補助が出るので、それを加味してもう畑もすごいある程度のね広さの畑がついているので、いいかなと。駐車場がねちょっとないのが残念な感じなんですが、今150万の値段がついてるんですけど、不動産屋さんが100万ぐらいだったら交渉しますよって言われてなんか値段が合ってないようなもので、100万だったらおそらく買いますっていうふうに言っちゃったんだけど、どうかな。もうちょっといろいろ見てみたい気はするんだけど。蒲江のインターパークですよね。すごい綺麗。いいですね。かき小屋もあるんですね。わかりますか？上の。はい、さよなら。美味しそうだよ。職員の方と一緒に食べてます。1軒目と2軒目がここや。で3軒目がこの西の裏、こっちの方に抜けて、この辺り。結構端の方に。そうですね。湾になってるから、例えば津波とかを気にするんだったら、少しは逃れられるかなって感じですね。そうですね。板置いて、そうですね、10分ぐらいですかね。10分ぐらいですよね。10分、ここまでが10分なんで、蒲江の道の駅蒲江。そう。だからここまで20分ぐらいかな。はい、やっと4軒目が終わりました。4軒目は結構ね、もう今すぐそこがもう海なんですよ。めっちゃ綺麗な海で、ちょっとでもね津波の心配があるかなっていうところで、あと部屋数がめっちゃ多くて 9DK とかなんですよ。なんでキッチン2つとかトイレ2つとかね、もう海は見えるんだけどちょっと持て余しちゃうかなっていうところで、やっぱり3番目に見た畑付きのね
物件が私的にはいいかなと思います。駐車場がないんだけどね、駐車場はまあ 2,3000 円で月決めでやってくれるっていうことなので、まあ 2,3000 円だったらまあちょっとお茶代な感じでいいかなと思って今交渉してくださっているので、まあ、150万が100万になったら即決ということではい、まあいいかなと思います。はい、それでまた今後の人生もね変わってくると思いますので、はい、とりあえず、まあ、前に進めないとグダグダしててもしょうがないので、はい、やってみて、もし無理だったらまた売ってもいいしって感じです。はい、めっちゃ海きれい。はい、じゃあ家に帰ります。今ね2時3時ですね。家に帰ったらもう6時だな。はい、ということで見学して気づいたことをねいくつか挙げてみました。空き家バンクの利用時に参考にしていただければと思います。でまず手順としましては、住みたい場所を選定してそのエリアの自治体の補助金とかね補助制度なんかを確認して予算に合う物件を探して、何度かその土地を訪れてなるべくねたくさん物件を内覧した方がいいと思います。決してね即決しない方がねいいと思います。後からね結構すごい激安物件とかコスパのいいね物件なんかが出てきたりしますので、あんまり焦らない方がいいと思います。でそしてお手洗いなんですけれども、だいたい田舎の方っていうのは下水が通ってなくてボットントイレもしくは簡易水洗がね多いんですけども、それの確認をして、もし工事が必要であればまあ結構なね値段取られますので、30万から60万ぐらいボットントイレから簡易水洗にするのに、浄化槽とかねそういったのの設置とかもありますので、そういった部分はしっかり確認をしといた方がいいと思います。あとですね、値段交渉はねリーズナブルな値段でも平気でね50万ぐらい下げますのでって言われたりするので、値段交渉は必ず必要だと思います。それと一気にね大金を支払って購入するのがちょっと不安だというふうにね思われる方は、まずは賃貸から始めて 1,2 年後に購入という流れがねいいんじゃないかなと思います。でその際はね賃貸分として払った金額も購入価格に含めてくださいっていうような交渉もね必要になってくるかと思います。あとね最後に自治会に関してなんですが、私の今住んでる北九州のこの町にもですね自治会みたいなものはあるんですけども、組合っていうのかな、組合費を年間5,000円ぐらい払ってるんですけれども、田舎の方がねもっとこういう自治会に関してはねハードじゃないかなと思います。例えば草刈りだったりゴミステーションの清掃だったりね、あとは祭りとか結構強制的に役員が回ってきたりとかね大変だと思いますので、特に仕事されてる方なんかはね大変になると思うので、そういうこともあるんだよっていうのをねきちんと把握してからね空き家バンク探しをね始められるといいと思います。あと先ほど言い忘れてたんですけども、エリアのねスーパーがどのくらいの距離にあるのかとかね、スーパーコンビニですね、あと空港とか駅が近いのかとか、あと年を取って車に乗れなくなった時にバス停は近いのかとかね、そういったところも確認をした方がいいと思います。じゃあ本日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。高速でやめてほしいんだけど、雷もすごいし前が見えない。マジ前が見えない。やめて40キロで走っております。40キロでもう前が見えない。前が怖すぎ。なんだこの雨。もうやめて。もうアホみたいに降ってるよ。もう前も後ろも見えない。マジ怖いんだけど、雷もすごいし怖すぎる。これ走っていいの？これやめて。マジ怖いんだけど、これもう通行止めになってるのよ。これパーキングに入った方がいいかもしれん。怖すぎる。